皆様お待たせいたしました。ただいまより第1回都知事杯オープンデータハッカソンデモデーを開催いたします。司会を務めさせていただきますのは私、運営事務局長谷川博樹です。本日はどうぞよろしくお願いします。まずは本日のスケジュールを簡単にご説明させていただきます。はじめに東京都からオープンデータの取り組み状況について説明をさせていただきまして、その後ファイナリスト5チームの発表に移りたいと思います。プレゼンテーション時間は各社7分ずつです。各チームの発表が終わりましたら、出席者の皆様よりコメントをいただき、5チームの発表が終わりましたら閉会となります。それでは早速ですが、本日デモデーにご出席いただく皆様をご紹介いたします。まずお一人目は東京都副知事宮坂学様、そしてお二人目は一般社団法人 Code for Japan 代表理事関春之様です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに、本事業を含め東京都のデジタルサービスに資する取り組みについて、東京都デジタルサービス局データ利活用担当部長の高橋さんよりご説明いただきます。高橋部長、よろしくお願いします。はい、東京都デジタルサービス局データ利活用担当部長をしております高橋花でございます。資料の方お願いいたします。はい、東京都は行政が保有するデータを積極的に公開し、シビックテック、民間企業等による新たなサービス開発を促して、都民の暮らしやビジネスに役立つサービスを創出していくことを目指しております。このプロジェクトを加速化させるために、この資料の左上にありますね、オープンデータを使ったデジタルサービスの提案を競う都知事杯オープンデータハッカソン、これを今年度、このような形で初めて開催いたしました。今年度は約200名の方から応募いただき、ファーストステージ、ファイナルステージを経て、5件が優秀作品として選定し、年度内のサービス委員に向け、開発に取り組んできました。本日はいよいよその報告会です。とっても楽しみにしております。左下にございます通りですね、オープンデータカタログサイトについてです。都内区市町村のオープンデータのポータルサイトである東京都オープンデータカタログサイト、現在約5万件のデータを掲載しているのですが、こちらを今月、全面リニューアルの予定です。もう来週となります。ハッカソン参加の皆様にもいろいろご意見いただきました。本当にありがとうございます。リニューアル後も引き続き改善していくつもりですし、使いやすいリクエストボックスなどもご用意いたしましたので、こういうデータが欲しいとか、そんな声もぜひお寄せいただければと思います。はい、右側にあります通り、オープンデータラウンドテーブルの取り組みもしております。これまで3回開催しておりまして、民間企業やシビックテックの方々から具体的なご提案をいただきまして、例えば、これまで PDF 形式で公開したデータを機械判読性の高い CSV 形式に変換したり、新たなデータなどを公開する、そんな取り組みを進めております。このような形で、行政が積極的にデータを公開することを、民間企業やシビックテックが新たなサービスを創出し、都民サービス、QoS の向上につなげていく、データの活用の事例を積み重ねることで、ますますデータが増えていく、このような好循環のサイクルですね、その積み重ねにより、オープンデータ化をさらに促進していきたいというふうに考えております。資料の方、次お願いいたします。続いて、都知事杯オープンデータハッカソンのアンケート結果のご報告です。このようにハッカソン、ファーストステージ、ファイナルステージと3回にわたるイベント、それぞれ高評価をいただき、行政のイベントとしては珍しいくらいのいただいたところでございます。しかも最後は一番高評価ということで評価いただきました。皆様からいただいたご意見を来年度のハッカソンにもつなげていきますので、本日のアンケートのご協力もぜひお願いいたします。こうしたさまざまな取り組みを通じまして、オープンデータを東京都全域に浸透させていきたいと考えております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。高橋部長、ありがとうございました。新しい取り組みがどんどん始まっていて、非常にワクワクしますね。ありがとうございます。続きまして、今回の第1回都知事杯オープンデータハッカソンのこれまでの取り組み、そしてファイナリスト5チームを紹介する動画をご用意しました。ご覧ください。オープンデータってある種料理の素材みたいなもんですよね。
楽しんでくださいというところですね。都民に役立つ新たなサービスを作り出していくこと。手軽に自分の家の近くの入りやすい保育園が分かるサービスを開発しました。何ゴミか教えてくれる LINE ボットを作成いたしました。データの力で持続的に社会すべてのパイを広げる。地域密着型出店支援サービス、ココドゥという新たなサービスを提案します。キッチンカー事業者に工事現場の人口予測とイベント情報を提供し、営業先の探索を助けるサービスです。栄えある第1回都知事杯オープンデータハッカソンの最優秀賞は TODCS の皆様です。おめでとうございます。はーい、おめでとうございます。ファイナリストに選ばれた5つのチームに対しましては、まず年度末のサービス実装に向けて東京都から技術的な支援を行ってまいります。正直参加するときはこんなサービス化することまで全然イメージ誰もしてなかったんですけども、やっておしまいだとハッカソンで開発したものって価値がなくなっちゃうと思うんですけど、それをやっぱり世の中に出さないと意味がないと。保育園の入りやすさ、どういう入りやすさっていうのがコーディネートするっていう部分なんです東京都の方に来ていただけるのかなと思ってたんです。この12月からもう今までこんなに頑張ったことってあったかなっていうぐらい、ここまで来たら成功させたいっていう気持ちが大いにあります。確実にこれって皆さん幸せにするなっていうサービス、日常に対して最強のマーケティングツールを提供するとめちゃめちゃ便利です。ぜひ一人でも多くの人に使ってもらいたいと思ってます。オープンデータの活用で実は世の中にはこんなに解決に近づける問題がまだまだあるということを示していきたいと思ってます。いかがでしたでしょうか。選出された5チームに限らず、今回ご参加いただいた皆様、本当にお疲れ様でした。さて、それではいよいよ選出された5チームの発表に移ってまいりましょう。宮坂副知事、そして関さん、カメラの方をオンにしてお待ちください。よろしくお願いします。それではまず1チーム目です。子育てエンジニアーズさんです。ミュートの解除と画面の共有をお願いいたします。子育てエンジニアさん、ありがとうございます。画面見えております。それでは発表時間は7分間です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。入りやすい保育園マップを作った子育てエンジニアーズが発表させていただきます。田中優也がプレストとお呼びください。発表します。で、私たちはですね、エンジニア兼デザイナーの2人のチームでして、2人とも子育てをしているチームです。ですので、つまり子育ての課題を解決したいわけなんですけれども、子育てはですね、基本的に、とりあえず忙しすぎて大変っていうのが、あります。例えば0歳ですと、ミルクをあげたり、おむつ替えをしたりとか、大きくなってからもですね、例えば、毎日、外に公園に連れてってほしいみたいなことを言われたり、大量の洗濯物を片付けていかないといけないというようなことがあったりとかするわけです。で、これがですね、毎日毎日、一日中追われる日が続くっていうのは、結構しんどいことにはなってしまうというわけなんです。なので、そのような、時にですね、保育園に子どもを預けられるということは、親にとって重要だということなんですよね。ですけれども、
補活という言葉をご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、保育園探しっていうのは、正直かなり大変で、例えば、保育園にしかない情報とか、役所にしかない情報、あるいはネット上にあったりなかったりするような情報を、探し回って、調べる必要があるというようなことがあったりします。で、このようなことはですね、親にとって不安や負担の種になっていると言えるわけです。で、私たちはですね、スマートフォン、それを解決するべく、スマートフォン一つで、手軽に自分の家の近くの入りやすい保育園が地図上で分かるようなサービスを開発しました。こちらのサービスに使った、データなんですけど、入所者最低指数というものが主なものになっています。で、このデータはですね、保育園に、実際に入るときにはですね、例えば両親がフルタイムのご家庭ですと、基礎点40点があり、兄弟がその保育園に通っていればプラス2点というような形で、点数を計算して、点数の高い順番に、保育園に決まっていくというような、選考プロセスがあります。ですので、この保育園に入れた人の中で、一番点数が低かった人の、点数というのをこの最低指数というんですけど、これが低ければ低いほど、他の保育園に比べれば、条件が厳しくても入れる保育園だということが分かるようになっています。で、この情報とですね、位置情報を組み合わせて、地図上にプロットすることで可視化したのが私たちのサービスです。それではデモさせていただきます。ここがですね、今、港区が表示されていると思うんですけれども、このピンはですね、すべて保育園になっています。最初にですね、お子様の年齢を指定していただくと、その年齢に合った入りやすさの情報が表示されるようになっています。例えば、この濃い青のピンを選択していただくとですね、港区ですと、両親フルタイムは、基礎点40点ですので、その40点に比べれば、入りやすい保育園であるということが濃い青色によって表示されています。例えば、もう少し薄い、少し濃い青色の保育園ですと、やや入りやすいということが分かるようになっており、白いもっと色の薄い保育園ですと、ちょっと、他に比べればちょっと入るのが難しい保育園かなということが表示されていたりします。で、私たちはですね、ファイナルステージの時点ですでにリリース済みだったので、その後はですね、UI の使いやすさの改善とかデータの拡充に努めていました。で、例えばこの黄色の、ピンがあるんですけど、これは新設される保育園が、表示されていたりします。で、またこの保育園の情報が分かるように、保育園のリンクを追加したりとか、現在地に移動するボタンなどを追加していたんですけれども、一番大きいのはですね、この北東にぐぐっと進んでいただくとですね、こちらです。台東区の情報がですね、追加されたんですね。当初、港区のみで公開していたんですけれども、台東区の担当者の方がオープンデータを急ピッチで公開していただいたことによって、このようなことが、できるようになりました。で、ここからはですね、そのオープンデータの話をちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、このサービスはですね、自治体がオープンデータを公開していただけないことには、全く成り立たないサービスになっていますので、それを拡充することがですね、一番の課題になるなというのは、感じていたわけです。で、そこでですね、問い合わせさせていただいて、情報公開、オープンデータで公開していただけないかということをお願いしたんですけれども、PDF として情報自体は公開されていたとしても、オープンデータにすることに関しては、ちょっと悪影響の心配があるから抵抗があるというようなお返事をいただいたりもしました。で、このことからですね、行政にとっても、オープンデータの、公開に対する負担や不安の軽減ということが必要である。もしくは、私たちがそれを超えるような魅力的なサービスを提供することが必要なんだということを学びました。で、そんな中でですね、台東区のですね、データを、公開していただくことが実際にできたわけです。これはとても嬉しかったんですけれども、台東区の方にですね、ヒアリングさせていただくこともできました。で、そこで一番印象的だった言葉はですね、この悔しいというものです。で、なんで悔しいかというとですね、台東区は、情報化推進計画というものを策定して、オープンデータへの取り組みを明言してるんですよね。
ですけれども、なんと、ハッカソンの各チームが使っていたオープンデータの中で、台東区が提供できているものがなかったということを、おっしゃっていました。でですので、ハッカソンを見て、足りないデータがあることを知っていただいて、そのあとわずかこの1、2ヶ月の間にですね、部署間調整を行ったり、データの編集を行ったり、公開作業を行っていただいて、今に至るということです。ちょっと懸念の声もあったように、データ拡充は難しいだろうなと思ってたんですけども、私たちのチームだけでなく、このハッカソンの活動がですね、オープンデータそのものの拡充につながったという、事例ですので、私はとても、嬉しかったです。このようなですね、流れがですね、もっと広がっていくように、私たちは、さらに魅力的なサービスを作っていきたいと思っていますので、実際の皆様はオープンデータの公開をぜひお願いします。ありがとうございました。子育てエンジニアーズさん、ありがとうございました。画面の共有を停止をお願いします。それではご好評に移ります。まずは関さんの方からよろしくお願いいたします。はい、発表ありがとうございました。聞こえておりますでしょうか。感激ですね。本当に台東区の担当者の方、すごい頑張ったんだろうなと、普通数ヶ月でこのデータが公開されている、そしてまた議論を呼ぶ側面もあるデータであるといったことがですね、このハッカソンの作品、子育てエンジニアーズさんの作品によって、この後押しとなって公開されたということは、本当にこの官民競争のすごくあるべき姿かなというふうに感じて、本当に関係した皆様に本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。で、ツールそのものもですね、やっぱりすごく分かりやすいですし、使いやすいですし、なんかこうやってこういうふうに見せることで、いろんな判断がしやすくなるみたいなこととか、あと先ほどネガティブ側面で不妊期限が見える化されてしまうと、困るのではみたいなこともありましたけど、逆に言えばちゃんとそこの改善していこうみたいに、いうふうな後押しになるかもしれませんし、あとは平準化されることがされていくということで、その挑戦をしやすくなるみたいなところもあると思うので、メリットもたくさんあるんじゃないかなと思うので、ぜひ公開した側の自治体のメリットとか、そういったところもですね、なんかうまく広げていけるような取り組みがやっていければなというふうに思いました。すべての自治体でこういうデータが公開される日っていうのが早く来るといいなというふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて宮坂副知事、お願いいたします。はい、私からはですね、まずストーリーが素晴らしいなと思って分かってましたね。まず港区さんのオープンデータで始まって、それを見せることによって、なんていうんですかね、オープンデータを出す、行政の今のちょっと悩みっていうか課題で言うと、オープンデータ一生懸命は出しに行ってるんですけど、現場の担当からするとですね、これ本当に使ってくれるのかなとかですね、なんだか出せって言われてるから出してるけど、本当にこれは価値を出してるんだろうかって、やっぱり試行錯誤しながらやってるんですよね。で、今回こうやってハッカソンのイベントで出したらこんなサービスになるんですよ、料理になるんだっていうのが見れたっていうのが本当に素晴らしい成功体験だなと思うんですよね。なんでこれからやっぱ改めてこのオープンデータを出すっていうこととハッカソンをやる、つまり一番データを必要とする開発者の人がそれを触る関係を作るっていうのは、オープンデータの促進においてセットなんだなっていうのが本当によく分かりました。特に行政が持っている情報って大体、地方自治体の持っている情報はほぼ住所系のデータですよね。だからありとあらゆる情報を多分こういったね GIS 的なものに載せることによってものすごく便利になると思いますので、多分今回ね子育てでしたけど、これ以外にもね介護とかなんか設備の予約とかですね、本当にいろんなところでデータさえ出せば可能性が広がるんだなというのを改めて感じました。本当にありがとうございました。お二人ともありがとうございました。それでは子育てエンジニアーズさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次のチームに移ってまいります。続いてはゴミ分別さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。画面の共有をしまして、7分間で発表をお願いいたします。はい。はい、それではですね、改めて、ゴミ分別さんの、発表を始めさせていただきます。ゴミ分別さんはですね、今回の発表ではですね、私たちはゴミの写真を送ることで、その画像を解析して、そのゴミの分別品目、何ゴミかっていうことと、粗大ゴミならその処理手数料を教えてくれる LINE ボットっていうのを作成しました。で、今回の発表で、僕たちは、改めて今回初めてプレゼン聞いていただく方もいるんで、どういったものを作ったっていうところと、1月からどういう進化を遂げたっていうところをお話しさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい。突然ですが皆さん、炊飯器が何ゴミか正しく答えることはできますか？ということで、これ結構やっぱ難しい問題で、以前は発泡スチロールなんかで聞いたこともあるんですけども、文京区だったら炊飯器っていうのは実は燃えないゴミで出して、品川区だったら、金属ゴミっていうジャンルがあって、それで回収になりますと。とにかく東京都っていうのはゴミ分別が自治体によって全く異なっているので、なかなか調べるのが難しいということで、もっと簡単に楽しくゴミの分別がわかる方法ってはないのかなということで、今回、都民がいる場所に応じて正しいゴミ分別を教えてくれる LINE ボットを作ることといたしました。それが、LINE ボットゴミ分別さんになります。以前もお伝えした通り、2つの行政課題をこのゴミ分別さんは解決することを目指しています。1つ目がコールセンター業務の逼迫問題。2つ目がゴミの不適切な分別による環境問題です。で、今回特に1つ目に主眼を置いていてですね、家庭ゴミっていうのはコロナの影響で今増えてるんですけども、逆に粗大ゴミのコールセンターなんていうのは、出社人数が制限されている影響なんかで、とっても、業務逼迫が問題になっているということで、ゴミ分別を助ける、このお助けの LINE ボットがあれば、なんとかこういった問題が少しでも緩和できるんじゃないかということで、こういったサービスを作成いたしました。で、使用したオープンデータはですね、主に文京区が公開しているゴミと資源の分別品目というデータになってまして、例えば、アイロンは不燃ゴミですよとか、アイロン台は粗大ゴミですよっていった、こういった850件の、データっていうのを文京区が公開してますんで、それを、利用いたしましたと。で、そういった内容をですね、1月の28日のファイナルステージでさせていただいて、皆様にとってもいいですね、実装が楽しいですということで、私たちも3月に向けて頑張りますということを言わせていただきましたと。さて、それが1月時点だったんですけども、今日に向けてゴミ分別さんというのは進化しております。主に3点ですね、注力してきました。で、まず1つ目がスポンサーの調査になります。文京区の資源環境部などですね、実際にこのアプリに興味を持っていただけるようなところにヒアリングをさせていただいて、例えばこういうアプリを作ったんですけども、どういった機能があるとよりいいですかとか、こういったアプリがあったら助かりますかっていうことを、調査させていただきました。残念ながらですね、現時点でこのアプリのなんというか公認というか、スポンサーになっていただけるようなところはまだ見つかっていないです。なんですけども、実際の担当者からは、アプリで、こういったアプリによって窓口での負担を減るから、ぜひ楽しみにしてますっていうような、前向きな言葉はいただけております。二つ目がですね、セキュリティのアップデートということで、以前、お見せしたものは、1週間でガーッと作ったものだったので、まだまだセキュリティの問題があったので、それを、私たち、保険系のSE4 人のチームなんで、絶対にセキュリティは甘くしちゃダメだということで、かなり見直しました。で、そもそもスポンサーの件で結局は文京区しか対応できなそうだよねっていうこともあったので、位置情報を利用した機能っていうのもともとあったんですけども、その機能を落として3月から文京区専用のアプリとして、今回リリースすることといたしました。で、3つ目が大きなところなんですけども、類義語化対応ですと。検索性の向上っていうのにこの2ヶ月間、注力してます。で、文京区っていうのは850件程度のデータを公開してくれてるんですけども、これでチャットボットを作るのはとっても大変なんですね。例えば、衣服イコール燃えるゴミっていう登録がされているので、衣服って聞けば燃えるゴミとか、服って聞けば燃えるゴミとは言ってくれるんですけども、例えばユーザーさんがズボンとかワイシャツなんて聞いたらわからないっ
っていうことになってるんですよね。なので、なんとかして類義語、似てる言葉というか、他の言い換えた言葉にも対応できないかということで、いろいろ試行錯誤。で、実際に自動化、他のツールなんかも考えたんですけども、やっぱり結局今回ゴミ分別さんに必要なのはマンパワーだということになりまして、マンパワーですね、4600単語、850件の単語から、自力で洗い出して今回追加するという、体育会系のことをしてきました。はい。で、その結果ですね、本日めでたくゴミ分別さん文京区が正式にリリースされることとなりました。ありがとうございます。はい。で、最終版のゴミ分別さん、文京区は3機能ございます。一つ目が、画像認識で何ゴミかっていうことを教えてくれるっていうこと。で、二つ目が、類義語や言い換えた言葉にも今回対応しているってこと。そして三つ目ですね、学習機能っていうのを追加しました。で、これどんどん成長していく仕組みっていうのを作ることができて、オープンデータ一回公開したらそれで終わりじゃなくて、どんどんやっぱり追加していくってことが大事だと思ってます。なので、うまく分別できなかった品目っていうのを随時記憶学習していき、そしてそれがちゃんとユーザーというか、管理者に伝えられて、使えば使うほど、もっと新しい単語を追加していくっていうことをできるようになっております。ということで、デモンストレーションをさせていただきたいと思います。よいしょ。で、動画も用意しているのですが、せっかくですので、よいしょ。あと55秒。じゃあ、やめときます。どうしようかな。まあいいや。はい。ごめんなさいね。ゆっくり喋りすぎちゃった。ちょっと、検索失敗した単語とかをお見せする機能は使えないのですが、しかも背景が、コンピュータ入ると弱いんですけど、いけるかしら。すいませんね。コンピューターのキーボードとか。で、これコンピューターのキーボードっていう単語が登録されてないんですね。だから、この中にはないってなっちゃうんですよ。そうすると何ゴミか分かりませんでしたっていうことを今回言ってくれるんですが、そういった場合に、よいしょ。データベースにコンピューターのキーボードっていうのが検索失敗しましたっていうのが登録されるっていう仕組みはできてます。すいません。ちょっと駆け足になってしまいましたが、そういったものを作ってきました。以上です。ありがとうございました。ゴミ分別さんチームありがとうございました。画面の共有はすみません、停止されてますね。それでは公表に移ります。まずは関さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ユーザビリティの部分、改善と、あと実際にその現場の人たちに話を聞いていただいたというところで、本当にありがとうございました。この機能って結構いろんなところに使えそうだなというふうに、思ったので、この機能を使って何か製品を作る人たちみたいな、方々にも役に立つのかなとは思いました。そのゴミ分別自体のアプリとか、ゴミ収集日が分かるとか自体は、最近結構いろんな自治体でアプリ化とかは始めてるんですけど、多分こういうことをやろうとしたときには同じ課題にぶつかるって話だと思うんですね。なので、データセットを販売するみたいなこととかにつながっていって、全部自分たちでそのアプリケーションユーザーインターフェースまで作らずとも、その学習部分、データの部分をうまく集めて、最強ですみたいな。ここのデータベース使えばとりあえず、何かは判別できますと、どんなゴミかは判別できますと、あとはその各自治体のルールに従って仕分けをできればいいですみたいな、そういうデータ層と、UI 層と分けるみたいなことで、その分判定部分だけが成長していくみたいな形はあり得るのかもななんていうふうにちょっと聞きながら思ってたところでした。そうですね。結構実際に使うには、データをアップデートしていくってことが大切なので、そこも含めたアプローチをしていただいたということは、素晴らしかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、宮坂副知事、お願いします。はい、私デジタルの仕事とですね、合わせてやっているのが、
国際金融、金融のちょっと仕事を東京都で今やってるんですよね。で、今、この世界ですごい話題になってるのが、いわゆるESG 投資って皆さんもよく聞いたことがあるんですけど、サスティナブルなね、社会になるために、どうやって金融の力を使おうみたいな話になってます。そういう時よくやっぱりデータ大事だよねって話になって、企業の開示なんかもね、今どんどんサステナブルに関する開示項目が今どんどん増えているわけですけど、多分このサービスもですね、日本中にね、自治体がどんどんデータ公開していけば広がる可能性があると思うんですけど、なんですかね、データ、どういうゴミのデータが多いのかとかいったですね、そういった静脈経済って言い方よくしますけど、静脈経済のデータってあんまり見えてなかった可能性があると思うんですよね。これがやっぱりこの静脈の中で何が捨てられているんだろうかとかですね、そういったものが可視化される可能性もあるんで、なんかそういった面での可能性もですね、感じさせるプロダクトだなと思いました。どうもこれからも頑張ってください。ありがとうございました。宮坂副知事、ありがとうございました。お二人ともご好評ありがとうございました。ゴミ分別さんにもう一度大きな拍手をお願いします。さあ、続いてはコードフォー太田さんです。はい、画面の共有、ミュートの解除と画面の共有をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは発表時間は7分間です。よろしくお願いします。はい、今回我々は好きな場所とマッチするレクスポットというアプリケーションを開発しました。で、サービス概要としましては、以前、申し上げた通りなんですけども、オープンデータ、地域の観光情報を活用して、デートスポットを発見、保存し、そしてデートプランを作ります。そして人を呼び込み、地域振興に役立てる、こういったアプリを作りました。で、今回ちょっとこの青で塗られている部分が今回できたところで、黒で塗ってない部分が、今回ちょっと、できず今後やっていくというような、ところになっています。解決する課題としましては、この青の部分が実際にできていることです。で、エンドユーザーと飲食、観光事業者、そして行政、それぞれに役に立つ、そんなアプリの開発を目指しました。で、エンドユーザーに関しては、お気に入りスポット、イベントというものを直感、Tinder-like UI といって、右にスワイプしたり、左にスワイプしたりするような形で発見、保存するような感じにできます。で、デート、旅行などのプランを管理というところで、デートプラン、スポットを連ねてデートプランを作ることが可能になります。そして、行政、この EBPM に役立つ行動属性データを使って、公的機関の最適な意思決定をするっていうような、とりあえずデータ収集というところで非常に役に立つようなアプリなのかなというふうに考えております。で、利用したオープンデータに関しては、下記の通りです。で、これそれぞれのデータなんですけど、結構フォーマットがバラバラだったので、別途コードを書いて、フォーマットを整えて、でそこから画像などを挿入したというような形になっています。で、前回からの変更点、ここまで画像がなくて申し訳ないんですけど、この次から画像が入ってきます。で、前回からの変更点としてはデザインの改善、で、脱ノーコード、で、ストア公開です。デザインの改善に関しましては、一番左、前回はアダロというノーコードプラットフォームを使ったんですけども、本当にこれ3時間ぐらいで作ったもので、今回は、きちんとサービスを実装するにあたって、Ionic というフレームワークを使いまして、きちんと書き直しました。で、右側に出ているように、Like やノープの表示であったり、この丸の部分とか、タブ4つみたいな感じでデザインを改善しました。で、こちらもスポットの一覧もデザインの改善が入っています。以前のものよりも見やすく、よりいい感じの UI になっているかなというふうに思っております。そして、脱ノーコードというところで新しく機能を追加しました。で、このスポット管理機能の次に、このスポットをクリックすると、こういった詳細画面に移ります。で、基本情報と、で、この右下の方の Google Maps というところは、これをクリックすると Google マップに飛ぶというような感じになっています。こういう形で、スポットを効率的に管理できるというような感じになっております。
で、じゃあこのスポット大量に溜まってきたら、プランを作りましょうというところで、例えばこの明日のデートコースであったり、来週の休日のデートコースといったような、プランを作ります。そして、次にスポットを追加というところで、デートスポットを追加して、で、その次ですね、一番右、来週の休日デートコースというところで、スポット一覧というふうなものが表示されます。で、この順番を並び替えることでデートコースというものを、作り上げることができます。でユーザー設定の部分も、更新を入れました。と、登録、ログイン、アカウントを登録、そうするとログインができるというような感じになっていて、アノニマスログインという機能を使いまして、そのユーザー登録なしで実際の、先ほどのスワイプ UI とか、スワイプするところとか、このプランとかスポット詳細とかを使っていただけるというような感じになっております。なので、ユーザーからしてもとても使いやすい、入りやすいアプリになっているかなというふうに思っております。で、ストア公開に関してなんですけど、現状ちょっと審査中というような状況になっております。で今回ちょっとやれなかったんですけど、直近でやりたいこととしましては、レビューのシステムですね。デートプラン、実際に行ってみたけども、じゃあどうだったのか、やってみてどうだったのかっていう共有値の部分、レビューっていうところがまだできていなくて、今後これは直近でやっていきたいなというふうに思っております。そして、次、スポット作成、編集、更新というところでは、このデータですね、オープンデータだけだとやっぱりデートスポットに最適なスポットっていうところとはまた言い難いような、ものも結構多かったりするので、ユーザーから投稿してもらえるような、スポット作成、編集、更新システム、Wikipedia みたいな感じですね、使っていただけるようなものを作りたいなというふうに考えております。で、報酬システムっていうのは、このスポット作成とか編集、更新であったり、レビューに関して、報酬を支払うというような感じのシステムを作りたいと考えております。で、今後やりたいこと、これは長期的な目線でやりたいこととしては、スポットの推薦、そしてスポットリスト、プランの共有、そして飲食観光事業者がその、特定のセグメントに対して最適なアプローチを取ることができる。一番刺さるような、ユーザーに即した見せ方をすることができるというような、機能を搭載したいというふうに思っております。これらを、搭載することで三方よしの、アプリケーションを作っていきたいなというふうに考えております。で、開発で苦労した点というところで、2つですね。1つ目が3週間での詰め込み学習というところで、ちょっと2月、ほぼ、その別の方面で忙しく、確定申告であったり、いろいろあったんですけど、一番忙しかったのは本当に学習ですね。アイオニックリアクトというものは今回初めて使ったので、フロントエンド開発というところで、一から勉強したので、多分それぞれ4日ぐらいで一気にゴリッと勉強して、データとかをぶち込んでみたいな、そのような感じのめちゃめちゃなスケジュールであったので、スケジュールの調整とかも結構しんどかったというような、ところになっております。そしたら残り1分ですが、デモ画面の方に移りたいと思います。こちら見えておりますでしょうか。このような、形で右にスワイプすると Like、左にスワイプすると Dislike、Nope ということですね。というような、感じになります。で、この I ボタンですね。ここを押すとプランの詳細を見ることができて、この Google マップのボタンを押すと Google マップに、飛んで、このような形で、今ちょっと臨時休業されているようなんですけど、こんな形で見ることができます。そして、スポット情報についてはこのような感じで、これちょっとあらかじめいいねしたんですけど、こんな感じで、綺麗な画像と、分かりやすいような綺麗な UI というところを意識して作りました。そしてプランもこのような形で見れて、一個一個詳細を確認可能です。で、マイページ、こちらが、登録することができるというような感じになっております。以上です。ありがとうございました。コードフォー太田さん、ありがとうございました。画面の共有の停止をお願いします。ありがとうございます。それでは公表に移ります。まずは関さん、よろしくお願いします。はい、ご説明ありがとうございました。だいぶ完成度、ユーザーインターフェースの完成度上がってきてますね、というふうに思いました。これ、結構そのオタクの観光協会とか、観光課とか、ぜひ一度お話ししてみてもいいんじゃないかなとは思いました。多分観光っていうふうに考えたときには、多分付随するいろんなイベント情報とかですね、例えば美術館とかであればどういう展示を今やってるとかですね、そういう多分リアルタイムな情報みたいなものも入ってくるとさらにですね、使い
使いたくなる要素が増えていくかなというふうに思いましたし、多分そういったところと連携することで、例えばその観光情報センターにタブレットとか置いといて、そこでこうスッスッとやれば、プランが作れて、なんかそれを持ち出せるみたいな、使い方とかですね、そういったこともできると思いますので、やっぱこういうのを作ったときって、やっぱり広めるのが次に大変になるんですよね。このアプリを知ってもらって使ってもらうっていうところ。そこって結構こう、オンラインだけでやろうとするとコストがかかっちゃうので、そういう実際に人が訪れる場所とかですね、データを提供してくれるようなところとか、観光協会とか、そういったようなところと連携することで多分こう、その必要な場所で届けるみたいなことが、ユーザー体験として可能になってくるので、ぜひこう、アプリケーションのユーザーインターフェースの外側の UX の部分まで、踏み込んでですね、広げていくことをやると、手伝ってくれる人も集めやすくなって、より活動が広がっていくんじゃないかなというふうに感じました。素晴らしい改善でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、宮坂副知事、お願いします。はい。そうだ、僕すごい印象的だったのが、行政側の課題の方で、いろんな自治体のオープンデータを触ったら、フォーマットがバラバラで、それを直すっていうのが、ちょっとお話しされてましたけど、結構苦労しました、やっぱり、そこは。そうですね、苦労したといえば苦労しましたし、結構頑張って書いたので、1日でどうにかなったんですけど、気合いで書いてこういったところっていうのは、やっぱりみんなが苦労すると本当に損だと思うんで、関さん、まさにね、デジタル庁でデータ戦略をやってますんで、多分今後ね、いろんな自治体が観光情報を正しいフォーマットで公開するって絶対大事だと思うし、これは日本統一でやった方が絶対いいと思うんですよね。なんで今回の知見をもとに、こういう形のデータフォーマットで観光情報が出てくると、開発者目線で見るとすごく使いやすくなりますよみたいな、ここが生きたケーススタディが一つできたと思いますんで、なんかそういったフォーマットの策定みたいなところもですね、こういったものっていうのは、ぜひ行政側にフィードバックが今後来ると、我々も良かれと思ってやってるんですけれど、開発者側がね、その差分を吸収するようなことになっちゃってると思いますんで、ぜひそんなフィードバックもこれを機会に生まれればいいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。お二人ともありがとうございました。それではコードフォータさんにもう一度大きな拍手をお願いします。さあ、続きましてふわラボさんです。ご準備のほどよろしくお願いします。画面の方見えてますでしょうか。はい、大丈夫です。それでは7分間で発表をお願いします。はい、ふわラボです。よろしくお願いします。出店支援サービスココドゥという、データ活用で飲食店の出店希望者の意思決定を支援するツールを開発しまして、このアイデアをサービス化するということを目指して今日まで走ってまいりました。その成果報告をさせていただきます。まず出店希望者の視点に立ってお話しします。出店希望者はですね、このようなプロセスを踏んで出店するのが一般的です。これらがハードルになっているという仮説が当初ありまして、実際に飲食店事業主様にユーザーヒアリングを実施しますと、ラーメンの例に自信はあるけれど、立地物件の選択や申請手続きにハードルを感じましただとか、関東経験で出店して、1号店のように2号店はうまくいかなかったなどですね、実際にこれらのプロセスがハードルになっているという生の声をお聞きしてきました。続きまして、消費者の目線に立ってお話をします。皆さんご存知の通り、最近ではデリバリーサービスでしたり、テイクアウトでしたり、今まで外食でしか食べられなかったものが家でも食べられるようになったりですとか、コロナ禍とテクノロジーの進化で食文化は大きく変わりました。胃袋の数は変わらないんですけれども、今まで外食していた人がデリバリーやテイクアウトに流れているというのが実態です。続いて、こちらのグラフ。時間軸上に渋谷区における飲食店の開業件数と廃業件数の推移を示しています。飲食店の平均寿命っていうのはとても短くて、例えばラーメン屋ですと 2.4 年と言われています。青いチャートが開業件数なんですけれども、実は出店したい人って今でも増加傾向にあるんですね。しかし消費者はデリバリーやテイクアウトに流れているので、両者にすれ違いが生じていると。飲食店は今後消費者を捕まえるのが非常に難しくなってきている、そんな実態になっています。はい、今お話ししたようなですね、飲食店の課題と、あと自治体として抱えている課題感というのがうまくマッチして、お互いがお互いを助け合えるようなサービス
それが今回、我々が目指す官民一体型の飲食店支援になります。まず東京都でモデルケースを作って、ウィズコロナの飲食店支援の在り方というのを他の自治体や海外へ発信するということがモチベーションになっています。はい、そこでですね、飲食店出店の成功角度を上げるための新たなツールとして、ココドゥというものを開発しました。出店者を支える3つの機能ということで、それぞれご紹介いたします。はい、まず出店計画なんですけれども、どの物件に例えばどんなラーメンをどんな風に出したら成功するのかなど、出店戦略をトータルコーディネートするような仕組みですね。はい、脱勘プラス経験プラス度胸と書いてますけれども、データに基づいた説得力のある意思決定を実現することができます。続いて出店手続きの簡素化なんですけれども、出店者は1人なのに、手続きの窓口が行政の中でも点在しているという状況、行政の縦割り文化というのを変えて、複数ある窓口を一本化したり、あとは出店者のタスクを管理できる仕組みですね。はい、ですね、出店計画からずっとプロセスを数えていくと、今まで1年かかっていた出店プロセスが2ヶ月に短縮できる見込みです。最後に、出店後のケアということで、第三者、今回はですね、東京都を想定してますけれども、出店者を追跡して見守っていける仕組みですね。例えば GoTo イートなんてあるんですけども、恩恵を受けることができる飲食店もあれば、ほとんど恩恵を受けられない飲食店もあります。このようにですね、平等な行政施策というのは非常に難しいのですが、データを使うことで行政施策を店舗単位に最適化することも可能になるんじゃないかと。まさに官民一体型で飲食店をサステイナブルにすると、そういった機能になっております。はい、今お見せしたようにですね、動くものはできているんですけれども、こちらサービスとしてリリースはしておりません。どうしてもいろんな企業や行政とコラボレーションしなければビジネスとして実現できないということが分かりましたので、その第一歩として出店に役立つ情報を紹介するコラボサイトを作成しました。はい、今回お話ししているようなことをベースに紹介いたしまして、一緒に協業してくれるスポンサーをこちらで募集しています。それとですね、すでに世の中に出ている、例えば出店に役立つサービスをいくつか紹介してまして、例えば、予診管理ですとか、コンプライアンスチェックが行える G サーチのサービスでしたり、開業ワンストップセンターという、東京都の仕組みでしたりですとか、いろんな方に知ってもらうというのがコンセプトとなっています。はい、続いて、苦労した点なんですけれども、サービス化を望む声というのは非常に多くてですね、求められているんだなというのは確信できました。一方で飲食店に関わるさまざまなステークホルダーもやっぱり飲食店と同じで今苦労されているということがヒアリングを通して分かりました。じゃあ3月末までにこうした企業を巻き込んでいったりとか、あと行政の縦割り文化を突然変えますなんてことはどうしても難しくて、そういうところでしたりとか、じゃあボランティアでこのサービスやりますかと言われたら、それもやらないんですよね。どうやって言っていくか、どういうふうなビジネスモデルでこのサービスを展開していくかというところ観点でとても苦労しました。はい、最後になんですけれども、対骨太課題への挑戦ということでですね、ターゲットにしていた行政課題が思ったより骨太で、今回、東京都さんに、いろんなお客様につないでいただいて、このサービスが本当にビジネス価値があるのかどうかっていうところを価値検証してきたんですけれども、やっぱりあったら本当にいろんな人が助かるし、東京都が目指しているものというのにもすごい近づくというのは、分かったんですけれども、やっぱりそういった企業と自治体と協業していくというところで、何でしょうか、今の状況的にもすぐにサービスリリースするというのは、今のタイミングではないのかなというところが、感想としてあります。あとはですね、こういったオープンデータを民間が使っていくのもそうなんですけども、自治体が先導してもっと使っていくべきなのかなというふうに思ったり、しております。はい。あとはですね、そうですね、フードロスとかいろいろな、別の課題も絡んできて複雑だというところもありますね。はい。で、今回の経験を通してなんですけども、オープンデータってやっぱり出てるべきだよなというところで関心がすごく高まりました。何よりですね、ハッカソン全体を通して、とても楽しみながら、オープンデータに触れて、走ってこれたんですけども、本当に楽しかったので、改めてチームの皆や、他の参加者の方々、運営チームの皆様へのリスペクトを感じております。はい。
カミングスーンということで、今後のオープンデータビジネスの発展を願っています。以上、成果報告でした。ありがとうございました。ふわラボさん、ありがとうございました。それではご好評に移るんですけれども、お時間の都合上、お一人ずつのご好評となります。今回は関さんの方から1分程度でご好評お願いいたします。ありがとうございます。いや、本当に感激ですね。この課題解決、すごく難しいっていうことを素直に言っていただきつつ、でも楽しかったっておっしゃってくださったっていうのは、非常にこの場の意義を感じる出来事だったなというふうに思います。これ、あれじゃないですかね、ふわらぼさんが普通にラーメン回転企業、ラーメンの回転コンサルみたいなのを始めるっていうのが、結構いいソリューションなのかななんて思いました。社労士の人とか、1人入れば、回転部分のやつとかも、全部代わりに書類出してあげるとか、最初はそういう形で進めてもいいんじゃないかなと思いますし、小さく始めるっていう、パターンで、1点でも2点でもこれを使って本当にその1年の中に2ヶ月になりましたっていうのが出てきたら、普通に商売になるのではなんていうふうに思いました。副業的なところから始めてはいかがでしょうか。ありがとうございます。確かに可能性としては結構高いのかなとは思うんですけれども、はい、一つずつ課題を潰していけたらいいかなと思います。ありがとうございます。ご好評ありがとうございました。それでは、ふわらぼさんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後のチームに移ります。都知事杯を受賞されました TODCS チームです。よろしくお願いします。画面の共有をお願いします。ミュートの解除をお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは7分間で発表をよろしくお願いします。はい、TODCS の斉藤です。よろしくお願いいたします。私たちはですね、大規模工事現場の人口予測サービス、ペコナビ東京を開発いたしました。まず、チームメンバーと共有する価値観なんですが、まず我々5人で参加しておりまして、業務上のつながりのあるメンバーで意気投合してハッカソンに参加いたしました。共有する価値観ですが、1つ目は当然として、2つ目は建設業の負を解消したいということと、工事現場に楽しみを届けたいというところで価値観を共有して、今回開発をしております。大規模な建築工事では、1日数百から数千人の方が働いておりまして、普段ですね、見えないところで私たちの生活を支えている人たちがいらっしゃいます。一方で、建設現場は働きやすい環境の整備が求められておりまして、一時的に多くの人が集まるので、周辺のコンビニや飲食店、飽和状態になることがございます。工事現場で食事に困った経験がある方、85% あることが今回のアンケート調査で分かりました。一方で、新型コロナウイルス感染症による飲食店も不況に陥っております。で、ニューノーマルへの対応として移動販売が期待されているんですが、ヒアリングの誘導結果からもですね、やっぱり移動販売、売れる場所を見つけるのが非常に難しいという課題があると認識しております。で、そこで私たちが開発したペコナビ東京ですが、出店したい人にいつどこにどんな人が何人ほど来るかの情報を提供するサービスとして開発しました。ランチ難民予備軍と売れる場所を探す飲食店事業者、ここをつなげることで双方の課題を解決できるというふうに考えております。で、今回はですね、工事現場にフォーカスして開発を進めていきました。で、予測に使用したデータですが、工事現場の看板情報ですね、仮囲いにこんな看板が設置されていると思いますが、ここに工事の詳細が書かれております。このデータがオープンデータですので、使わせていただきました。で、同時にですね、建設会社が持つ独自のデータとして、10年分の教師データがございます。これはどんな工事が、どの段階で何人ぐらい人が来たのかというのが、データとしてあるんですが、この2つの過去のデータと、未来のデータ、これを組み合わせることによって、機械学習で、工事現場人口を予測していくというサービスになります。イベント情報は今回ちょっと説明は割愛させていただきます。で、こちらが開発進めた画面になりますが、このような形でポテンシャルマップ上に工事現場が並んでおります。赤い現場が人が集まっている、青い方が人が少ない工事現場を表しています。で、クリックすると工事の名称と、これが予測カーブですね、どのレンジで、人が集まっているかというのが見ることができます。
これは実際に予測された人数と、で、この工事現場にアクセスしたどういった業種の方が興味を持って見ていらっしゃるかというのが見れるような、円グラフになっております。で、このタイムスケールを動かしますと、今年の11月の予測値に変わりました。で、これでまたクリックすると、先ほどの工事現場、同じところですが、ちょうどこのピークに差し掛かったあたりの予測になっております。こういった形で工事現場の人口の予測結果を見ることができます。また、右側のこのリストの方から、多い工事現場順に見ることも可能になっております。はい。で、ファイナルステージからの進捗なんですが、ビジネス的な側面としては、ミッションの策定とビジネスモデルの検討を行いました。また、実証実験の計画と事業計画案の作成と課題整理を行っております。システムの構築の側面では、公開サーバー環境へ移行いたしました。また、スマホに最適化した UI 設計を行いました。で、最後に利用規約の作成を行っております。で、現在予測精度約 70% ほどというふうに考えております。で、本サービスのミッションなんですが、何のために私たちこれをやるのかというところで、建設現場におけるウェルビーイングを実現するというところをミッションとして考えております。で、今やっているのはステップ1で、建設現場での職の選択肢を広げるというところにフォーカスしております。現在ですね、前日や当日の朝買ってきておいた食事、あるいはおにぎり、インスタント食品を食べられている、建設現場の作業員さんが、その時食べたいものを選択できて、出来たての温かいものを食事に得ることができるという状況に持っていくのが今回のサービスだというふうに考えています。で、ステップ2ですが、工事現場の就業者に健康で豊かな生活を届けるというところまで踏み込んでいきたいと思っております。今、好きなもの中心の食事なんですが、体が資本の仕事ですので、健康に配慮した食事、体づくりにつながる食事、こういったものにインセンティブを設けて、健康的な豊かな生活というところにお届けできるかなというふうに考えています。で、事業パートナー広報へのヒアリングも進めていきました。今回はキッチンカーマッチング事業者など計6社にヒアリングさせていただいて、このデータ買いたいですかというところで、ご意見をいただいております。で、結果としては6社とも本サービスに興味を示してくださり、うち5社は協業に前向きな回答でした。で、ヒアリングの結果、本サービスはですね、キッチンカーの事業者様に直接お届けするのではなくて、キッチンカーマッチング事業者様を通してですね、そういった事業者様をお届けするというのが一番ベストな方法だろうということを確認いたしました。で、キッチンカーマッチングサービスを手掛けられているミロー様と、工事現場の営業に関する課題洗い出しを目的に、今、実証実験を契約して、来週から実際に工事現場でキッチンカーで営業するということを試していきます。同時にですね、グルナビ様もこのデータにご興味を示してくださいまして、この夏前ぐらいに何かしらの形で実証実験を行うということで相談を進めております。で、ビジネスモデルなんですが、私たちの開発するペコナビは、メロー様とかも含めて、マッチングサービスを手掛ける事業者様に API 連携を通して、キッチンカーの事業者様にお届けするというのが一番いいだろうと考えております。で、これによって売り上げた利益の一部を、我々の方に一部いただくという形でビジネスモデルが成り立つんじゃないかということで整理をいたしました。で、アプリケーションの提供を開始しております。こちらの URL から利用規約に同意することで利用することが可能です。みんなの課題をハッピーに変える、そんなサービスに育てていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。TODCS さん、ありがとうございました。それではご好評に移ります。宮坂副知事、1分程度でよろしくお願いいたします。はい、わかりました。私も今、都庁に来て、いろんな仕事をしてるんですけど、本当に実にですね、エッセンシャルワーカーの方っていうのが、もうこんなにも東京でたくさん働いてくださってるのかっていうのは、本当に日々実感している感じです。で、これまで自分の過去のことを振り返ってもですね、デジタルの仕事をずっとやってきたんですけど、エッセンシャルワーカーのデジタル化っていうのは、あんまり進んでなかったんじゃないのかなと思いながら日々やってるんですよね。まさに今回のサービスというのは本当にこのエッセンシャルワーカーの方がより働きやすくなるようなデジタル化ということで、これからですね、ますますこの領域に
いろんなスタートアップとかですね、技術やアイデアを持つ人が、エッセンシャルワーカーをデジタルの力でより頑張ってもらえるようにするんだっていうようなサービスがますます増えるとですね、東京は本当にもっと良くなるなと思って伺っていました。ありがとうございます。宮坂副知事、ありがとうございます。それでは TODCS の皆さんに改めて大きな拍手をお願いします。これにて計5チームのプレゼンテーションが終了いたしました。12月のハッカソンからの皆様の軌跡いかがでしたでしょうか。改めて5チームの皆様に対して大きな拍手をお願いいたします。さて、最後に宮坂副知事から一言ご挨拶をいただきます。宮坂副知事、よろしくお願いいたします。はい、皆さんどうですかね。楽しんでやれましたかね。スケジュールも厳しい中で、そして皆さんお仕事もね、ある方が多かったと思うんですけど、その中でも本当にありがとうございました。で、今回の挑戦はですね、東京都にとっても本当に新しい取り組みでして、皆さんも挑戦だったと思いますけど、我々も実はちょっと挑戦だったんですよね。で、どちらかというと、これまでは行政の職員がまちづくりとかですね、行政サービスを作っていくっていう、ややもするとちょっと孤独に仕事してるみたいなねところもちょっとあったんですけど、そこをですね、皆さんのような意欲を持った市民の力を信じて一緒になって作れる可能性がないのかっていう挑戦が今回のこのハッカソンだったというふうに思います。そういった意味では本当に大成功だったなというふうに自分では総括をしています。行政と皆さんをつなぐそのかすがいになるのがですね、いわゆるオープンデータ。今回もたくさんの人が使ってくれましたね。オープンデータであり、今はまだほとんどないんですけど、今後は多分 API みたいなものもすごく重要になってくると思います。ここ今まであんまりちゃんとやりきれてなかったんですけど、今回サイトの方のオープンデータサイトの方のリニューアルもやります。ますますこのオープンデータとか、今後API なんかの整備もやっていってですね、市民の皆さんが行政と一緒になってまちづくりとか行政サービスを作っていくっていうことをですね、ぜひやっていきたいなと思います。よく市民の公共への参加というと、選挙の投票率の話題がどうしてもよく出やすいんですけど、まちづくりとか行政の参加でそれだけじゃないですよね。こういったものも本当に素晴らしい公共への参加の仕方だなというふうに、改めて皆さんのこの取り組みにリスペクト、敬意を表したいと思います。本当にありがとうございました。宮坂副知事、ありがとうございました。それではこれにて第1回都知事杯オープンデータハッカソンデモデーを終了いたします。引き続き都知事杯オープンデータハッカソンの取り組みについて発信を続けてまいりますので、どうぞお見逃しなく。今後ともどうぞよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。応募するところが一番心理的なハードルが高かったんですけど、やっぱり参加したらもう支援もすごいありますし、自分と同じように不安を抱えている人だらけだと思いますので、ぜひぜひ参加した方が自分のためにもなると思います。本当に軽い気持ちで参加しても全然大丈夫だと思います。実際私たち軽い気持ちで参加してここまで来てしまっているので、ぜひ参加してみてください。自分が作ったものを多くの人に見てもらうっていう機会ってやっぱりなかなかこういう機会じゃないとないかなというふうに思うので、案外やってみるとなんとかなるっていう部分も結構あるかなと思うので、間違いなくサービスを作り上げるためのきっかけにはなると思うので、失敗を恐れず参加するっていうのは非常にいいことかなと思います。自分の能力を確かめるっていう面もありますし、あと人とつながることでの力の発揮の仕方っていうのもやっぱり学べる大きな場になると思いますので、自信をつけるために参加していただきたいかなっていうふうに思います。チャレンジができる本当にオープンな場だと思うので、ちょっとでも参加したいなって思ったら絶対やった方がいいかなって思いますね。都知事杯は都がやってるハッカソンなので、自治体の中の人と話しながら、サービスを開発するってことは建設的な課題解決につながるので、とても面白い機会なので、ぜひチャレンジしてみてください。こうなったらどうしようとか、まず不安は多分あると思うんですけれど、
行動してみないとやっぱその先って何も変わらないっていうのはすごく思うので、変わりたいならまず動けっていうことを、言いたいですね、一番。